こんにちは、ビエンです。私は今神戸に来ております。本日は神戸の定番観光スポットやスイーツ、夜景を楽しみたいと思います。神戸観光のモデルコースとしてもおすすめなので、ぜひ最後までご覧ください。ちなみに昨日は有馬温泉と中華街食べ歩きを楽しみました。そっちも気になるという方はぜひ概要欄からご覧ください。またこのチャンネルでは国内旅行をメインに旅行 Vlog や観光スポット紹介を投稿しております。これを機に高評価やチャンネル登録して応援していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。励みになります。よろしくお願いいたします。おはようございます。本日も早起きして朝から観光したいと思います。その前に今日はたくさん歩く予定なので、朝食バイキングでがっつり食べてから出発します。もともとは朝食は食べない派だったんですけど、何ヶ月か前の旅行で朝食バイキングを食べてからすっかりハマってしまいました。こんな感じで様々な料理をちょっとずつ楽しめるというのがもう本当に最高です。神戸旅行2日目の朝を迎えました。今日はですね、海沿いの方から順に回って神戸市街を中心に観光しようかなって感じですね。そして本日最初の観光スポットが見えてきました。朝一にやってきたのはメルケンパークです。新神戸とかね、三宮からだとねちょっとね遠いんですけど、ちょっと乗り換えて元町まで来て中華街抜けて海沿いに行くとありますね。中華街とかだったら近いです。今はここにいるのでメルケンパークをこうぐるーっと見て、でこの辺にフォトスポットとかあるんでここを見て、スタバでホットコーヒー飲むかどうかって感じですかね。でここにスタバがあるんで、ポートタワー行って、時計回りにぐるーって行ってから三宮の方に行こうかなって感じですね。ちなみに昨日は東京から新神戸に来て、そこからバスで有馬温泉行って、有馬温泉を満喫してから中華街で食べ歩きしてホテルに泊まったみたいな感じですね。すごい。近いとちょっと分かんないけど、遠くから見るとねめっちゃリアルな魚に見える。すごいちっちゃくここに見えるのがポートタワーですかね。この大きい魚はこれか。神戸開港120年を記念して設置したそうです。いや、この高速道路とこのビル街と海とね船が重なってなんかすごい光景になってます。こういう景色はなんか神戸でしか見れないというかね、なんかすごい独特ですよね。海があって高速道路があって、でマンションとかビル街があって、で船があって、やっぱ真下だとすごいね、なんか振動がすごいわ。高速道路の真下を歩くってなんかあんまりないよね、やっぱ。そして神戸港震災メモリアルパークは今は工事中で、1月10日頃までは観光できないみたいですね。ここになんか震災当時の街灯とかが展示されてるんですけど、ちょっとギリギリ見えないかも。やっぱ中見れないっぽいな。でも街灯見えるかも。ギリギリ見えるかな。震災当時の街灯とかがなんか保存されてるんですよね。いや、ほんとこの景色すごいわ。奥のビルもなんかなんだろうね、なんかデザインすごいね。こんな感じです。いや、いつか船旅みたいなね、船に乗ってちょっといくつかのね港を回るみたいな船の旅もちょっといつかしてみたいですね。神戸ハイカラクリスマス、神戸海援隊。この前が宮崎だったからもうね、ほんともあいにしか見えない。こんな感じで様々なものがあるので、メルケンパークは朝の散歩にとてもおすすめです。そして記念撮影待ちができているフォトスポットを発見しました。ここほんと人気すぎてね、タイミングによってはめちゃくちゃ並んじゃうんですよね。ルミナス神戸2。この船の中でレストランがあってバイキングとかがあるみたいですね。
ここでランチを食べるっていうのもありかもしれません。うわ寒い、めっちゃ寒い。急に風が出てきたな。まだ9時半なんですけどね、もう10時過ぎから風が強くなって、もう今日は北風ピューピューだそうですね。寒すぎるからスタバで休憩ですかね。この辺はステージがあったり、背景にポーツタワーがあったり、ここは博物館なんですよね。突き当たり目の前に見える正面の建物が博物館で、こっちがさっき通ってきた道。ちょっと寒すぎるからあれだな、一旦スタバに避難してからちょっとこのポートタワーに行って、展望台からの景色を眺めようかなって感じですかね。ポートタワー行けばいいじゃないかっていう距離にあるんですけど、ほんと寒い、信じられない寒さだ。こっち側があれか、こっちの対岸っていうか向こう側がハーバーランドで、遊園地とかなんかいろいろねあるみたいです。すげえ。こっち側空めっちゃ晴れてる。5階からの景色。鋼の錬金術師のロケ地、ここから4キロ先、異人館街かな。上から見ると船の怒りがあったんだ。でかい。せっかくなので記念撮影、服装が真っ黒なんでね、なんか変な感じになってしまいました。うわ眩しい。展望デッキからの景色がこちらです。すごいね。そして展望デッキはもう完全に外なんで、もうめっちゃ寒い。ちなみに神戸ポートタワーの料金は展望フロアプラス屋上デッキの料金で大人1人1200円でございます。光のミュージアム。展望台だけだと思いきや、展望台以外にもいろいろあるそうで、4階には、5階が展望台で4階は光のミュージアム。すごい。お、なんだすげえ。なんかセンサーに反応してんのかな。すごい。うわー、すごいチャラいですね。キラキラしてる。お、すごい。すげえ。ここは鏡のエリア。おー、やばい。何これ。うわ、ここやばい。俺が無限にいる。おお。3階がカフェで2階がショップで、1階はこんな感じのギャラリー。ふと外を見てみると、ちょうどね船が出発していくようです。あれは遊覧船かなんかですかね。遊覧船に乗って神戸をぐるっと眺めるのも楽しそうだなと思いました。ポートタワー結構良かったですね。なんか見どころが多かったです。展望台だけかなと思ったんですけど、各フロアごとに展示とかね、イルミネーションとかあって、すごい楽しめました。いや、寒いけど、朝一のメリケンパーク散歩はなかなか楽しいですね。そして駅に向かう途中に落とし物を発見しました。誰かカレーパンマン落としてますよ。そして一旦新神戸のコインロッカーに荷物を預けてから三宮に行きたいと思います。三宮に到着しました。これは JR 三宮か。なんか JR 三宮と阪急だっけ、
阪急三宮と阪神と地下鉄となんかいっぱいあるんですよね。なんか4つぐらいあった気がする、三宮。ほらこれやばくない？この駅の数。阪急神戸三宮と JR 三宮とポートライナー三宮と阪神神戸三宮と4つあるのか。これはなかなかの初見殺しレベル高いですね。とりあえず生田神社行く。こう行って生田神社行って、このセンター街、この辺でなんかね、多分飯っていうか食べ歩きなんかあった気がする。三宮の三北通りを通って生田神社方面に向かいます。いやー、神戸ってやっぱ都会ですね。めちゃくちゃ人がいます。生田神社に到着しました。七五三の撮影で結構混んでます。赤が特徴的な美しいデザインです。生田神社お参りして池があって、生田の森とか行ったことないんだよね。ちょっと行ってみるか今回は。去年はちょっと行かなかったんでね。すごいなんかいかつい蛇だね。すごい太陽、画面越しに見ると太陽すごいわ。よかった、晴れて。晴れ男パワー全開ですね。狛犬、すごい初めて見るタイプのデザインだ。耳がめっちゃ長い。あれこれ角なんか3つ生えてるよ。あれこっちは生えてない。じゃあオスとメスみたいな。でこっちは角生えてて、なんだろう、ここは生田弁財天市木島神社。ご祭神は市木島姫の御事、またの名を弁財天と申し上げ、七福神の中では唯一一人の女神である。芸能の守護神である知恵と財宝を授けてくださる神でもある。お参りしよう。ギリギリまだ紅葉が残ってる。もみじが赤い。そして池にはたくさんのカモたちがプカプカと泳いでいます。こんな感じで何かを食べているカモとお昼寝しているカモがいました。なんかカモって癒されますよね。生田の森、すごいなんかめっちゃ静かな。かまぼこの発祥地。へえ、神戸がそうなの？へえ、かまぼこ発祥の地。金龍線縁結びの水占い。ここで水みくじを浸して運勢を見るってことね。ここは稲荷神社、生田稲荷大明神。もう令和7年か。お、ちょうど電車が通った。で生田神社参拝したから、ちょっと三宮周辺ブラブラ街ブラ散歩しよう。もうすごいね、ここ入っていけばアーケードかな。センター街っていうところがあって、そこが多分この辺で一番なんかでかい商店街なのかな。三宮センター街っていう。すごいね、ここサンプランがそうだ。和食、洋食、カフェスイーツ少な。出会い頭で事故んないようにこうやってね、ミラーがあるってすごいね。行っちゃった。新神戸行きが行ってしまった。次の電車は12時半。あれも言うてさ、あれか、すぐ来るか。新神戸駅から抜けて、これを抜けていくとハーブ園のロープウェイ乗り場の駅に行きます。でロープウェイは、ここのロープウェイ意外と遅くまでやってるから、何時までだっけ、朝9時半から8時までやってんだね。8時半までやってんのか。往復で大人1人2800円。なんか意外とするね。で上でクリスマスマーケットがあるらしいんですけど、
ちょっと夜景っていうか、ちょっと時間に余裕があったら日が暮れるぐらいのタイミングで後で行こうかなって感じですね。一旦ここからぐるーっと回って遊歩道を抜けていくと異人館があります。歩いてここから10分15分くらいかな。でここから遊歩道でそれを抜けると北の異人館。お、すごい紅葉がまだ残ってる。こっちはなんだ。じゃあこれカフェか。こっちが遊歩道。お、あとか。今日はめっちゃ歩いてる。もう3、4時間ぐらい歩いてんな。そして眺めのいい遊歩道にやってきました。異人館街まではあと少しで到着です。階段登って坂登って下ってだからなかなか足にくるけど、とても眺めのいい遊歩道です。神戸市は1900年明治33年に全国で7番目に水道水の供給を開始したそうです。ちょっとしたの食いたいな。ちょっとしたこことかさ、スイーツなのか。うまそう。ミルフィーユだって。2、3人前からってこと。1人前のはないのかな。3500円。うまそうだね。ということで1切れ1500円だったので早速いただきます。本当は最初にねご飯食べたかったんですけど、あまりにもこのミルフィーユが美味しそうだったので先にスイーツタイムにしたいと思います。こっちでもいや、このミルフィーユね、ほんとめちゃくちゃ美味しかったです。ただね、言いたいことは分かります。値段ですよね。1500円ってなってくると確かにためらうかもしれません。でもせっかく旅行とかでね、神戸に来たのであれば1500円だったらそんなにね、めちゃくちゃ高いわけではないと思いますので、ぜひ記念に食べてみてください。お、なんか見覚えのある顔だな。なんかこういう感じなんだね。すごい。北の通り3カパスを購入するとこちらの3つの施設を観光することができます。そしてウェブチケットで事前購入すると大人1人1540円でございます。これ全部本物の剥製なんだね。これも本物？めっちゃリアルっていうかもう本物だもんね。これこんなでかいんだね。絶対勝てないねこれ。このサイズでもめっちゃ怖いけど、こっちはもうレベルが違う。すごい世界観。今日はかなり寒いのでこうやって室内を観光することができて本当に良かったです。猫が大怪我をしています。俺みたいに怪我すんなよっていうことを猫は伝えたかったのかもしれません。確かにちょっと階段急だ。手すりがないとちょっと危ないんで。続いて2つ目の施設、洋館長屋にやってきました。フランス関連のコレクションが展示されています。もともとは外国人向けのアパートだったそうです。ここにはヴィトンまみれのサンタさんがいました。その他にも独特な展示があり、とても見どころが多かったです。中でも一番感動したのはこちら。本当アニメの世界みたい。漫画の中というか。いや、個人的にここが一番なんかねすごかったです。見る角度によって2次元にも見えるし3次元にも見えるし、なんかすごいね不思議な感覚に陥りました。そして3つ目の次が英国館。なんかこれ本当になんかバーなんとかっていうバーをやってたらしいですね。あ、ここでバーやってたのか。さっきのとこじゃなくて5時から1時まで。おお。やっぱなんか見たことある感じするなっていうのはやっぱハリー・ポッターの影響なのかね。もうこれグリフィンドールにしか見えないんだよね。
そしてここではシャーロック・ホームズの衣装に着替えて観光したり記念撮影することができるそうなので、せっかくなので着替えて観光します。こんな感じでホームズになることもできます。事件の匂いがしますね。今日皆さんにお集まりいただいたのは、朝目覚めたらベッドの中で飲んでないで、からの朝食で飲んで昼までに4回飲むってこと。こっちは外で何があるんだ。あ、ここじゃない？ベイカース。すごい。このたくさんのホームズが集まって一つのホームズになってるんですね。こっちまっすぐ行って交差点左に曲がるとメンチカツだっけな、メンチカツとか牛串とかがねなんかあるんですよ。ちょっとしょっぱいもん食べたいですね、次は。これを下ったところ、あれじゃないかな、神戸の牛のマークのところに売ってるはず、多分 Google マップで見た感じだと。神戸牛コロッケ、よく見たら牛が食べてる。待つこと数分、揚げたての神戸牛がやってきました。いや、このエリアいいですよね。しょっぱいものも甘いものもいろいろ売っていて、食べ歩きを楽しむことができます。北の物語で、この階段を登るとなんかいろいろあるんだよね。ここのなんか広場の雰囲気もいい感じ。神戸山本通りに我が国で最初の国営神戸オリーブ園が作られました。この歴史と緑を記念し、小豆島町からオリーブが贈られました。2013年11月16日。じゃあ北の天満神社行こうか。今日はもうたくさん歩いてカロリーをいっぱい消費するんだ。ちなみにこの階段を登った先に見える景色がとても美しいので、ぜひ神戸に来た時は北の天満神社を参拝してみてください。あれが風見鶏の館。奥にはギリ山とね海が見える。北の天満神社本殿、御祭神菅原道真公、願掛け所、稲荷神社。ちょっと寒いからコーヒー飲んで休憩したい気分です。この下すぐ。寒いからコーヒー飲もうと思ってやってきたら、まさかの今日は定休日だったみたいですね。やってないです。近くにもう一つカフェがあるそうなので早速向かいます。ここがさっき言ったこのね3つの、どうせ行くなら3つのセットで行くのがいいですね。1500円ぐらいだよね、確か1人。2人でまさかの3つ買いました。ホットミルクとアイスミルクとコーヒーか。このコーヒーにこのミルクをちょいちょい足しながら飲んでカフェオレにして飲むと絶対美味しいね。アイスミルクをホットコーヒーに入れて、なかなかいい感じのカフェオレができた。これほんとうまい。これはおすすめですね。とりあえず新神戸駅方面に歩いて行って、ロープウェイ乗り場の近くまでやってきたけど、ロープウェイに乗ってハーブ園に行くか、また三宮の方に行って飯を食うか、めっちゃ悩むな。過去一悩むぞこれは。ハーブ園ね、全く想像できないからな、何があるか。行ってみるか。でもということでチケットを購入してロープウェイに乗って向かいます。大人1人2800円でございます。そして今は12月、クリスマスマーケットがあるということで、若者やカップルでとても賑わっております。出発しました。想像していたよりも結構ね高い場所にあるみたいです。今日見た景色だとこのロープウェイから見た眺めが一番良かったかもしれません。そして途中では布引の滝を見ることもできます。去年神戸を一人旅した時は新神戸駅から歩いて20分くらいかけて観光しました。ロープウェイだとものの数分で見ることができちゃうので、なんだか複雑な気分です。ち
ちなみにハーブ園までは歩いていくこともできるそうですが、今日は寒すぎるのでさすがにロープウェイを使います。すごいこんな混んでんだね。想像以上に人がいた。今から30分ぐらいで日が暮れるから、なんだかんだいい感じのタイミングで来れたのか。さっきまで近くで見えていたビルがあんなに遠くになっています。冬は冬であれなんだね。なんか花を見に来るっていうよりか、こういうなんかさ、イルミネーションとかクリスマスマーケットとかフォトスポットで人気みたいですね。めっちゃ混んでますね。山の上来たから寒いね。風がさ、めっちゃ冷たいね。すごい。日が沈む前でやっぱ斜めに日が差してるからいい感じなのかな。それにしてもめちゃくちゃ寒すぎて、日が暮れるまで待てるかちょっと怪しくなってきました。なんだろうこれ。ここは巣ってこと？しかし寒すぎてね、もうあんまり長時間いらんないので、ロープウェイから夜景を楽しみたいと思います。おお、すごい。この下もすごいね。でも結構歩いてる人いるよまだ。すごいね、こんな寒いのに。みんな若いね。あ、すごい。この時期だったら、ハーブ園だったら夜っていうか4時半ぐらいに来て、日の出、じゃあ日が暮れてちょっと暗くなって寒くなったらこうイルミネーションで記念撮影してすぐ帰るみたいな、こうまだ夕焼けが若干残ってる時間ぐらいに帰る方がいいかもしれないですね。今中福駅を出発して、さらにビル街が近づいて夜景もいい感じですね。結局ロープウェイから見る夜景が一番綺麗っていうね、このビル群っていうか、この光ってる部分のね、見える範囲が全然違う。そして神戸旅行もあっという間に終盤となってしまいました。この美しい夜景を目にしっかりと焼き付けてから東京に帰ろうと思います。鴨南蛮、天ぷらうどんうまそう。寒い冬にぴったりの天ぷらうどんセットにしました。結局うどんが一番うまいんですよね。これめっちゃうまそう。これは美味しい。うまっ。わさびとの相性いい。うまいな。思ってたよりうまかった。そしてチキン南蛮が登場しました。鶏ももじゃなくてささみのチキン南蛮、ヘルシー。昨日今日と食べ過ぎたからね、最後はヘルシー。ヘルシーでもないけどこれすごい長い。1泊2日の神戸旅行はあっという間に終わってしまいました。東京。ちなみに駅中のお土産屋さんに淡路島コーヒーが売っていました。まさか神戸でも出会えるとは思ってもみませんでした。これめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ見かけたら飲んでみてください。おすすめです。てな感じで神戸旅行はあっという間に終わってしまいました。ぜひこの機会にチャンネル登録していただけると嬉しいです。次の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。